バーチャファイター4ということで、今回はこちらのソフトです。プレイステーション2バーチャファイター4、こちらのソフトを解説&レビューいたします。それでは動画スタート。バーチャファイター4アーケード版2001年8月稼働開始。基盤はセガの最新凡庸アーケード基盤ナオミ2。グラフィックの進化はバーチャファイター3を少し綺麗にした感じにとどまった。操作のボタンはバーチャファイター3はエスケープボタンが導入されていたが、スウェー移動を鉄拳みたいにレバー入力に変更されたことによりエスケープボタンを廃止、従来の鉄ボタン操作に戻った。ステージもバーチャファイター3では高低差のあるステージから平面ステージに戻った。個人的には好きだったが不評だったらしく平面ステージに戻った。少し残念。新キャラクターはベネッサ、ルースとレイ・フェイが追加されたが、高嵐がリストラ。力士独特のグラフィックが再現できなかったためだとか。プレイステーション2版の販売はアーケード版稼働開始から約半年後の2002年1月31日に発売されたバーチャファイターシリーズ初の他社のハードでの発売したものの、このバーチャファイター4からである。プレイステーション2バーチャファイター4、いいところ行きましょう。1つ目、全体的に移植度が高く、グラフィック操作性ともに良好な移植。初のね、自社以外のねハードへのバーチャファイターの移植と考えるといい出来である。プレイステーション2版バーチャファイター4、いいところ2つ目、ハードディスク対応ソフトなのでハードディスクに読み込むことによってロードが速くなりました。プレイステーション2バーチャファイター4、いいところ3つ目、組み手、トライアルモードなど1人でやり込めるモードが充実している。プレイステーション2バーチャファイター4、いいところ4つ目、 AI を育てていく。当時では斬新な AI モードがある育成ゲームとしてのねバーチャファイターが楽しめる。プレイステーション2版バーチャファイター4、残念なところ行きましょう。まずは1つ目、オープニングムービーが汚い。どうしたのっていうレベルでオープニングムービーが汚い。なんかね、これ見てもらったら分かるんですが、フィルターがかかったようなぼやけたようなオープニングムービー。プレイステーション2バーチャファイター4、残念なとこ2つ目、オンライン対戦ができない。当時はオンライン対戦ができるソフトがあったが、バーチャファイター4はオンライン対戦対応ではない。ハードディスク対応なのね、オンライン対戦対応ではないんですよ。不思議。プレイステーション2バーチャファイター4、残念なとこ3つ目、まさかのコントローラー設定が自由にできない。この時代のゲームは珍しく、まさかの自由にボタン設定ができない。決められた配置しか選ぶことができない。マジで残念。プレイステーション2バーチャファイター4、残念なとこ4つ目、ロードが長い。プレイステーション2は比較的ロードの速いゲームが多かったが、バーチャファイター2はロードが長い。この後のコーナーでね、ロード比較いたします。それではロードの比較いきたいと思います。プレイステーション2版バーチャファイター4、バーチャファイター3ドリームキャスト版です。プレイステーション2バーチャファイター2、この3本でねロード比較いきましょう。まずは起動スピードいきたいと思います。画面が暗くなってロゴが消えて画面が暗くなったらカウンタースタートします。さあスタートです。さあどの配当が速いか。プレイステーション2、2本、ドリームキャスト1本でございます。さあセガのロゴが出てきた。ドリームキャスト版、こちらが一番速かったですね。 10.53 秒。そして次に続くのはプレイステーション2版バーチャファイター4、そしてねタイトル画面になりましたバーチャファイター2です。多分エミュレーターとかねそこら辺を読み込むのに一番遅いのでは。さあそれでは戦闘までの処理速度いきましょう。画面がね暗くなってロード開始したらそこから開始します。カウンター。やはりね一括で読み込むためだかプレイステーション2のバーチャファイター2が一番速かったです。続きましてプレイステーション4バーチャファイター4で一番遅れましてドリームキャストバーチャファイター3。では2戦目までのロード時間、こちらも比較していきましょう。さあスタートしております。やはりここもプレイステーション2が速いな。そしてバーチャファイター4来ました。ドリームキャスト版一番遅いな。
はい、こんな結果になりました。一番早かったのはやはり一括で一番最初起動は遅かったんですけど、プレステ2のバーチャーファイター2ですね。でバーチャーファイター4が続きまして、一番遅かったのはバーチャーファイター3でした。さあライバルと比較していきましょう。全部プレイステーション2、バーチャーファイター4、デッド・オア・アライブ2、そして鉄拳4でございます。まずは起動スピードから見ていきましょう。ロゴが消えたらカウンタースタートします。さあどのゲームが一番タイトル画面はオープニングまでどちらが早い。さあ鉄拳が一番早いですね。で続きましてバーチャーファイター4かな。いやテクモ来た。どっちが早い。デッド・オア・アライブの方が早かったですね。一番遅かったのはバーチャーファイター4でした。それではね、戦闘までの処理速度、こちらのロード時間見ていきましょう。で、鉄拳4はね、ストーリーがあるんで、これが消えてからカウンタースタートします。さあ、鉄拳4、シャオユ VS キング。そして、バーチャーファイター4がここは早かった。珍しい。で、デッド・オア・アライブ。これが一番遅かったですね。で、鉄拳とバーチャーファイター4、ほぼ同時ぐらいですね。それではグラフィック&サウンド比較いきましょう。まず比べるのはこちら、歴代のバーチャーファイターいきましょう。バーチャーファイターとバーチャーファイター2、バーチャーファイター3、そしてバーチャーファイター4です。さあ、進化とかね、そういうのを見てください。さあ、キャラク選択画面違いますね。ここまで進化すると感動しますね。バーチャーファイターとバーチャーファイター4全然違うな。さあまずはサラステージ見ていきましょう。バーチャーファイター、さあプレイステーションセガサターンバーチャーファイター2サラステージ。さあバーチャーファイター3サラステージ。なんかタイツじゃなくなってるんですよね。さあタイツに戻りました。バーチャーファイター4、やはりこのコスチュームがサラっぽいですよね。さあ同時比較。それでは次のステージはラウステージ。バーチャーファイター、鉄板の上なんですよね。そしてバーチャーファイター2、初戦にラウが来ます。さあバーチャーファイター3、すごくねここ万里の頂上を意識したようなステージなんで、すごい高低差がありますね。もちろんリングアウトも。バーチャーファイター4、こちらもね万里の頂上的な感じの雰囲気のステージです。同時比較。さあそして影ステージを見ていきましょう。バーチャーファイター、影強いんだ全部。バーチャーファイター2、
バーチャファイター3。すげえよな、影のズボン。テカテカすぎる。それでバーチャファイター4。かっこいいですよね。バーチャファイター4の影好き。かっこいい。なんかグレートムタみたいなコスチューム。同時企画です。ということで最終戦ビダルでございます。今回はバーチャーファイター4、こちらの方の解説レビューしてみました。プレイステーションこの後に半年後、1年2万ぐらいで確かエボリューションも開催されたと思います。エボリューションの2人キャラクターの出るのバランスとなって、やっぱり今やるならそっちが変わった方がいいかなとは思います。今回のバーチャーファイター4いかがでしたか。グラフィックなんかでもすごく進化してますよね。今バーチャーファイター、バーチャーファイター2、バーチャーファイター3、バーチャーファイター4とね、見比べていただいてますから。ということで今回の動画はここまで。また機会に作っていくので、こちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。